いやー、すごい機械が導入したさ。はい、こんにちは。今日は何するんですか？今日はクスンガレージにすごい機械が導入されたので、それをちょっと第2基地に見に行こうと思います。行きましょう。これ楽しみですね。はい、こいつですよ。こいつすごい機械。なんか宇宙人みたいですね。宇宙人みたいな、もうかっこいいでしょ。かっこいいです。なんか可愛いですね。これがマコーさん。はい。マコーさんっていうウェットブラスト専門の会社が作っているオムレットっていう機械になります。で、ウェットブラストっていう機械なんですけど、何をやるか、どんなことができるのかっていうとですね、まあ塗装、サビ、汚れなどがものすごくきれいになると。短時間で表面をすごくきれいにしてくれる機械になります。砂のブラストとは違うってことですか？砂のブラストは砂だけをこうやる感じで、ウェットブラストはその砂と水を一緒に混ぜて吹きつけると。だから表面の仕上がりがちょっとサンドブラストとは違うっていう。はい、じゃあ今日はこいつを使っていろんなものをきれいにしていくという回になりますので、早速やっていきましょう。何をきれいにするかというと、12345点、この鉄のルーバーのプレート、塗装の古いタンク、で、アルミのサイレンサー、マフラーのサイレンサーで、プラスチックのビッグスクーターのカバーですね、メッキが塗られてるカバーで、これもプラスチックのメッキが施されているウインカー、これがどう綺麗になるかっていうのをちょっとやってみようと思います。はい、まずはこの鉄のルーバー、これオート三輪の、僕らでおなじみのオート三輪の後ろのエンジンの上のところにあるね、鉄のルーバーになります。で、こういうね、細かいフィンというか、何これ、ルーバーか、ルーバーですね。細かいルーバーがあるんで、なかなかまあ普通に錆落とししようと思ってもこういうブラシとかが入りにくい構造なんですけど、これをちょっとね、ウェットブラストかけてみたいですね。で、こういうところにまず置くと。ちょっとさっき使ったんで中がちょっと今使用感がありますね。使用感がある。で、これで締めると。なんかあれですね、生きてるみたいですね、こいつ。ほんまなんかロボットに食われたみたいな感じね。で、ここから手を突っ込んで、ちょっとやってみますよ。はい、じゃあいきますよ。どんな感じかやってみたいと思います。すごい。うわ、すげえ。今の一瞬で。一瞬。これ。すごい。すごいよ、マジで。ちょっとこれ開けてみてみます。どんな感じで剥がれたか。これ。めっちゃ綺麗、しかも。すごっ。これだけ、もう完全に鉄板がむき出しになってますね。むき出しな状態だね。ちょっと続きのちょっと細かいとこやってみていい？そうですね。ちょっとやってみます。ちょっと裏もやるよ。裏面も結構サビが出とんだけど、これがどうなるかやってみたいと思います。よいしょ。はい、これです。すごいよ、これ。それ白いところが落ちたってことですか？この白くて錆びとるやつが今一瞬でこうなったってこと？裏もこれ。おお、すごい。まあ今ちゃんとやってるけど、ちょっとだけまだもうちょっと残っとるけど、まあもうちょっとやれば多分全然綺麗になるかなっていう。全然新品みたいになるじゃないですか。す
ごいよこれ手じゃ絶対入らんすよね、そこルーバーの部分めちゃめちゃ、まあ絶対とは言わんけど角がす取れるげえ大変だと思う。所要時間だってほんと数分ぐらいでしたよね。1分ぐらい、 1,2 分でここまでいくんですね。 1,2 分で威力強っこれ。しかもなんかね、この肌触りが、はい、ほんまに元の地みたいな肌触りね。ああ、で新品のなんか鉄板の、うん、つるっとした感じで。でこれが多分サンドブラストとウェットブラストの最大の違いじゃないかなと思って、サンドブラストだったらどんな感じになるんですか？結構なんていうか、ここは綺麗にバッて取れるんだけど、はい、もうザラザラみたいな、ああ、デコボコしたような。そうそう。でそれもまあサンドブラストの中のメディアの種類によっては違ってはくるんだけど、やっぱウェットでやるとより滑らかに綺麗になっていくっていうイメージが強いかなと思う。へえ、鉄はじゃあ余裕でいけますね。このぐらいの塗装だったらもう余裕で取れちゃうっていうね、はい、すごいやつです。はい、じゃあお次はこのアルミのサイレンサーなんですけど、はい、こいつはまあご存知の方もいるかもしれないけど、僕らが来年、はい、アメリカユタ州で開催されるボンネビルスモーターサイクルスピードトライアルズっていう大会で、はい、に出場するための CR80 のエンジン用のサイレンサーですね、はい、これをちょっとアルミ部分をきれいにしてみたいと思います。これです。うわ、バチ綺麗。すげえ、めちゃくちゃ嬉しそうです。これは気持ちいいっすよ。これ1分ぐらい、1分かかってないぐらいね、こんな綺麗になります。アルミサイレンサー、やっぱアルミが一番すごいかもしれない。もしかしたら表面がつるっとするけ、かなりね、仕上がりがもうかなりいい感じのアルミの質感が出てると思います。はい、じゃあ次いきます。次はこれ今僕らがちょうど作ってるトライクのオフロード仕様についてたマジェスティ125のこのケースについてるカバーなんですけど、社外品ですね。社外品のこのプラスチック、はい、ABS かなに、メッキ調の塗装みたいなのがしてあるやつですね、はい、でサンドブラストっていうとあんまりこういうプラスチックにしちゃいけないイメージがあるんだけど、そうですね、なんかウェットブラストはやってもいけるみたいな、メディアの種類によって、はい、メディアの種類によってはやってもいいみたいなんで、はい、これのここの部分だけ綺麗に取れるんだったらすごい使えるんじゃないかなと思いますんで、これちょっとこう養生して半分だけやってみようと思います。はい、じゃあこれと同時に、はい、これカブかな、カブの純正ウインカーですね。純正ウインカー、これこれも ABS でメッキの塗装がしてあるやつ。はい、これやっぱ色塗るのになんか密着力とかいろいろ深みでにゃ。そうですね、しかもなんかかなり強いイメージありますね。でここのこれだけ綺麗にするイメージがあんまないよね。ないですね。これもちょっと同時に施工してみようと思います。はい、こいつはすごい。すごい、すげえ、これはすごいよ。これ ABS ですからね。ちょっと白ですね。やっぱ圧でこういくんで、ちょうどこの養生テープも一緒に剥がれてしまうだけなんだけど、まあもうこんな感じっすよ。めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。すごくない？いざこれを剥がそうと思って、その剥離剤とかができんじゃん、プラスチックだけど。ああ、そうですよね、侵しますもんね、下を。で多分サンドブラストとかだったらもう下がものすごいザラザラになって、ものすごいその後整えんにゃいけんぐらい
次の塗装とか大変ってことですよね。大変だけどウェットブラストならではのこの滑らかさで、もうほんま綺麗に地が出る。このまま密着板吹いてサフェーザーとか吹いたらもう全然いけると思います。で研いで色塗ったらもうツヤツヤですね。ツヤツヤでいけるレベルだと思います。あとそういう段差とかこういう細かいとことかね、もう入るけん。うわーすごい。これは結構これは使えるんじゃないでしょうか。はい。だからバイクのカウルとかも全部いけると思います。あ、そういうことですね。確かに。まあさらに大きいんで、もう結構フルカウルの分の一部とか多分入るよね、これだったら。横が100ぐらいあるんでしたっけ？かなり広いですもんね。かなり広い。100以上だったと思う。110とか。110だね。じゃあ一旦これね。はい。で、もう一個あった。これは忘れてました。はい。これちょっとどうなんかな、これいけるんかな。これね、なんかね、なんかね、これサビなんかね。なんかアルミの腐食みたいに見えますよね。見えるよね。プラスチックなんだけど。ちょっとじゃあ樹脂だけどこれもやってみようと思います。はい。これまたこいつもすごい。うおー。こんな感じで一緒の感じですね。一緒でね、やっぱりまあ材質が ABS と一緒なんだろうと思うんだけど、結構やっぱメーカー品じゃけん結構分厚いっていうか、さっきの車外ですもんね、さっきのやつよりもかなり強力なメッキ塗装みたいなやつで、これももう綺麗に取れる。そのまま塗装いけるんじゃないかっていうぐらいのレベル。確かに、はい、これは面白いですね。なりました。ウェットブラスト恐るべしということで、じゃあ次は、なんとこのタンクでございます。これは実は、僕が今作ってるエイプに搭載しようかなと思ってる。何のタンクでしたっけ？これ何だっけ？なんか XL じゃないみたいな、なんかホンダの古いモトクロスみたいなやつのタンクなんですけど、これ中古で買ってきた。これ中古で買ってきて相当年代も古いんで、でバッキですね。そう。ただこのデザインはすごい個人的には好きなんだけど、まあ今日はもうこいつ塗装剥がして。もうサフ塗って新しい塗装にしていこうと思うんで、これをきれいにしたいと思うんですけど、どうしよう。これ全部やるんじゃなくてちょっと養生して半分だけやってみようかな。きれいにやってみたいですね。はい、じゃあ養生完了いたしましたんで、こいつをきれいにしてみたいと思います。さあこれはちょっとどうなるか見ものですよ。さすがにこれは手強いな。すごっ。おお、できましたね。できた。半分だけ。めっちゃ綺麗。ちょっと一回剥がしてみます。剥がしてみよう。よいしょ。よいしょ。はい、じゃあ、全部終わりました。まあなんと言っても、まあ鉄はまあこんな感じで結構綺麗にはなるけど、そうですね。一番驚いたのはやっぱこのアルミの発色。この綺麗さはやっぱウェットならではのもんなんかなと。ですね。しかも一瞬でここまで綺麗になりました。そしてやっぱり、もう一つの驚きのトピックはこの樹脂。樹脂もこの滑らかにここんだけ綺麗に落ちるっていうのは結構すごいんじゃないかなと。異常ですね、これは。思います。作業はこんな感じで、まあけど何をやっても結構メディアの使い分けで、綺麗に素早くやっていけるかなと思います。タンクはどうですか、これ。タンクは一応やってみて思ったのは、やっぱりまあ養生をここしとったじゃん。そうですね、綺麗に。でここにこのなんか注意書きのステッカーとか、で横のここら辺の結構何ていうのステッカーの厚いやつは剥がしてやらんと、これでやっぱ養生テープの代わりみたいになるっけ。そういうことですね。そう、なかなかこう取れんことはないけどすごい大変な感じがするけど、まあ結構何これ、デカール系は全部ある程度スクレーパーとかで削ぐとかしてからウェットブラストかけた方がまあ早いのは早いですね。剥げないことはないって剥げないことはない。まあ時間かかってましたね、確かに。でやっぱりこの表面がもうやっぱすげえ滑らか。すごいですね。なんでこのまま早い段階でもうサフ入れて仕上げていけばもうすぐいけるかなと。確かに作業工程の短縮には相当なると思います。かなりなりますね。はい、ということで、5種類の、まあ、鉄
プラスチック、アルミをやってみたんですけど、フルコンプリートです。フルコンプリートやってみました。まあ結構全部綺麗になるという感じなんですけど、こいつのオムレットの最大の特徴なんですけど、今日はあんまり実はね大きいものをやってないんですけど、まあ確かに全部小さいバイク系のパーツですもんね。そうなんですよ。でただこいつもうこれ見ての通りめちゃくちゃでかいんですよ。大きいですねこれ。こんな大きい、まあサンドグラストでもあんまりこんな大きいのないかなと思うんですけど、この大きさがねどのぐらいの大きさかっていうとね、これ何インチだろう、15インチぐらいか、15か14ですね。15か15やね。15インチのホイールとかもう余裕ですっぽり2本ぐらい2個ぐらい入りますね。はいですね。っていうこの大きさプラス、そしてやっぱり最大の特徴、これ横が長いんで、こんな長いマフラー、やんちゃなマフラー、そのやんちゃなマフラーとかも入っちゃうんですよ。長いですね。これ1メーター以上あるんで、ありますね。こういったものも入るんで、これがやっぱ最大の特徴かなと思います。はい、ということでクッスンガレージでも、今後いろんなねレストアとか、まあいろいろこう使う機会がたくさんあると思いますので、はい、どんどん活用して、楽しいものを作っていこうとは思うんですけれども、僕らの動画を見ていただいて、もしこのオムレットだったりとか、あともう一つココットっていう一回り小さいウェットブラストの機械もあるんですけど、それを導入してみようかなと思う方がいらっしゃったら、なんと、今回、まあ、企業タイアップということなんで、僕らの動画を見ていただいて、ご購入を検討して購入された場合にはなんと特別なプレゼントが、マコさんの方からあるみたいなので、概要欄の方には詳しい内容と、リンク先を貼っておきますんで、よかったらそちらの方からふるってご応募いただければなと、思いますので、よろしくお願いします。お願いします。いやー、選手すごかったですね。そうですね、これはかなり使える。こんだけね。やばいですね。でもまあこれだけね、汚れとかが落ちるんだったら、クッスンのその心の汚れ、こんだけでかかったら多分クッスンに入れたらいいクッスンになって出てくるんじゃないかなと思うんですけど、そこどうですか？そんな童話みたいなことまあ人の心はこれでは綺麗になりませんので。何の話ですか？